ヤッホーみんな息してる、息しかしてない時丸です。今日は旅をすると本当に必要なものがわかるっていう話です。旅から帰ってきました。ちょっとね、短い一泊二日だったんですけど、今回は。愛知県の方で南知多という場所で、ビワを育てていて、農業プロジェクトをやっていて、で、何度か訪れてるんですよ。で、過去にもVlog 上げてるんでね、見てくださってる方いると思うんですけど、そこから帰ってきて、で、思うのは、やっぱりこれまでいろいろ旅をしてきて、旅から戻ってきた時に自分のものを捨てるっていうのか、自分のものの見極めができるようになるってことが結構起きていると思ってて、で、これをね、改めてね、今回考えてみたんですよね。で、僕が一番最初にそのミニマリズムっていうか、ものを減らし始めたのも、実はその旅から帰ってきた後だったんですよ。で、過去にね、経緯話してるんですけど、その時は、長野に僕行ったんですね。で、東京に暮らしていて、もう本当にもう10年ぐらい前ですけど、一番最初の取っかかりは、やっぱり仕事で疲れて、で、自分の時間がなくて、で、持ち物がたくさんあって、で、汚い部屋でね、ずっと暮らしていて、で、そのストレスフルな状態っていうのか、もう全然その生活が良くならない。いくら仕事をやっても稼いでは使って稼いでは使ってで、物は増える、物のことすらもう考えてないような状態で、そんな状態で、この生活をどうにかしなきゃいけないなって思っていたら、結構そのメンタルの方がやっぱり先にやられちゃって、で、もうやる気なくなっちゃって、その東京飛び出て、で、その時僕はその長野で、おばがたまたまね、長野じゃないと山梨か。山梨で、おばが、お店をやってたんですよ。飲食店を。そこを急にね、訪れさせてもらって、そこに向かって、で、そこで2、3日過ごして帰ってきて、で、東京に帰ってきた時に、もうね、すごいね、そこから勢いで捨て始めたんですよね。で、やっぱり二つぐらいこれ理由があると思っていて、その旅をすることでなぜ物を減らせるのかっていう理由。それは、やっぱり旅というものが基本的にその荷物、最小限の荷物だけで行くものですよね。すべては持っていけないと。大体みんなそのバックパックだったりとか、ボストンバッグみたいなやつだったりとか、あとはスーツケースとかね、そういうものに荷物を入れて持ち運ぶわけですけど、だからそんなに家の中にあるものをたくさんは持っていけないんですよね、旅に。で、僕はもうこのバックパックだけに今してるんですけど、やっぱりそうなると、それで外に出て、2、3日、あるいは2、3週間、で、長い時は1ヶ月とかね、例えば、旅するとするじゃないですか。で、それはつまり、それだけの持ち物、自分が持っていってる持ち物だけで、もう生きれてるってことなんですよね。その2、3日を、あるいは2、3週間を。で、長い人は1ヶ月を、そのものだけで生きることができているのだから、実はそれ以外のものっていうのは生きるためにそんなに必要ないっていう。そういう見極めができるっていうのがまず一つだと思います。それでもやっぱり旅に持っていく専用のものとか、分けたりはしてると思うんですけど、それをね、マージできて、で、旅に出た時に結局その衣食住をね、その出た現地でもやるわけで、で、その時は自分の持ち物だけでやらなければいけない。で、もちろんその現地で長い時は調達するみたいなこともできますけど、基本的にその衣類とか、そういうものはね、大体持っていったものを着る人が多いと思うんですよね。旅の中で使っているアイテムだけで、暮らせているのだから、それでね、結局帰ってきたとしてもそのホームで同じ生活ができるんですよ。だから生きることはできるんですよ。多少不便になるかもしれないけど。だからそういう見極めができるから一つね、捨てやすくなるっていうのはあると思います。で、これエクストリームな方法にのっとって言えば、パッキングパーティーですよね。だから、ジョシュア・フィール・スミルバンド、ライアン・ニコデマスのパッキングパーティーの考え方で言えば、それ以外の、旅の持ち物以外は実は全て捨てられるっていう。これが極端な方向。で、僕は割ともうそういうスタイルに今しています。だから基本的に家で使っているものも全てこの中に入れていて、で、これを持っていけばそのまま旅に出れるっていう。若干その山に行く時と街に行く時で、荷物の内容は少しは入れ替えるんですけど、それでももうほとんどね、これでいけちゃうんですよね。で、旅から帰ってくると、その不要なものがわかるっていう、もう一つの理由があって、で、それは自分自身が変わるっていうことだと思います。つまり、旅に出るっていうことは、
その他者との出会いなんですよね。他者との出会いにより自己を自覚するっていうことになります、旅は。で、その他者というのは、これは必ずしも人ではなくて、人だけではなくて、でいわゆる人類学用語なんですけど、例えば初めて食べる食べ物とか、そこで見た景色とか、そこで出会う人々とか、で、そこで経験する新しいこととか、そういうものが全て他者という言い方ができて、そういうふうな他者に出会うことで自分自身が変容するんですよね。やっぱり人っていうのは、相手は自分を映す鏡ってよく言いますけど、その新しい考え方とか新しい環境とかに入っていくと、その今までの自分のルーティーンだったりとか、自分の固定観念とか考え方とか行動みたいなものが、他では余計に通用しなくなる時もあるし、それが余計に分かるっていうのが、自分のやっていることが、客観視できるっていうのかな。そういう感覚に陥ることがあります、よく。だからつまり他者に会うことによって自分自身をもっと深く知ることができる。だからこれは一泊二日でも本当短い間でも長く行けば行くほどね、その感覚は強まると思うんですけど、やっぱりそういうふうに外で、旅の中で他者といろんな出会いをして、そして自分の自己の感覚みたいなのがちょっと変わる。で、ちょっとずれた位置に自分が浮遊して移動しているような感じ。で、それが帰ってきた時に、その時もう自分が新しい自分になってるわけなんですよ。旅から戻ってきた時の自分っていうのは、出発する前の自分とは微妙に異なっています。これ若干スピリチュアルに聞こえるかもしれないんですけど、僕はそういう感覚を持っていて、やっぱりそれほどその移動のインパクトっていうのか、そういうものは結構刺激を与えてくれると思うんですよね。だから外から帰ってきた時の自分っていうのは出発前と微妙に異なっている。で、そういう微妙に異なった自分の視点から改めて眺めてみると、自分の持ち物を、新しい視点がそこに付与されているので分かるんですよ。これはもういらないって。これはもう手放せるなっていうのが分かるんですよね。だからそういうわけで自分がその他者との出会いによって変容する。で、そして変容した自分が新しいものの見極めをできる。クリアにできるようになるっていうところが、やっぱり旅から戻ると物を捨てやすくなる要因かなと思っています。で、僕も今回また新たな気づきがあって、でね、今帰ってきた時にね、不要なものがね、やっぱり浮き出てきたんですよね。で、それは、リスト化もしてるんですけど、ウェブサイトね、見ていただくと全部僕の持ち物書いてるんですけど、そこに書いていないものがちょっとあって、やっぱり。で、それは、例えば、スタッフサックみたいなもの、いわゆる袋ですね。袋系のもので、何かを買った時に付属してきたスタッフサックみたいなものとか、そういうものがね、微妙にあったんですよ。で、やっぱそういうものって結構ね、役に立つことが多いので、いつか使うかもしれないって持ってたんですよね。で、あとは例えばバックパックのウエストベルトとかね。で、このコンター35っていうのは、35っていうのは結構ね、ウルトラライト系のバックパックなので、基本的に腰で荷重を支えるものではない、そういう構造にはなっていないんですよね。基本的に肩で、背負う。ここに全部荷重が乗ってくるような感じなんですけど、やっぱり、ロングハイクだったりとか長い距離歩くとか、用途によっては結構ね、このウエストベルトを締めた方がブレなくなるので歩きやすくなるっていうのがあって、付属してるんですよ。ただ僕はそのバックパックに詰める荷物の重量自体を軽くしてるので、そこまでね、この腰ベルトを使うほど、荷物をね、詰めないようにしてるんですよね。だからこれまで、2年間もうほぼほぼ使ってますけど、使ったことがないんですよ。テストで試験的に1、2回ぐらいウエストベルトつけて参考に行ったことももちろんあるんですけど、それ以外はね、使ったことないんですよね。でもやっぱりいつか使うかもしれないとか、そういう参考を今後するかもしれないみたいな思いでそういうのを取ってたりしました。だからそういうものを今回ね、帰ってきて処分しました。だからアイテム数で言うとベルトとスタッフサックと他にもいくつかね、細々とした、メンテナンス用の道具だったりとか、そういうものをね、5個ぐらいかな。5個ぐらいは手放してるんですよ。手放すことに成功したっていうか。で、あとは物だけではなくて、やっぱ自分のやっていることとか、その自分の一日の中での活動だったりとか、自分の長期的なね、ビジネスの戦略とか計画だったりとか、そういうものの中でも、やっぱり自分が無駄にやっていることないかなっていう意識が結構働いて、
で、それをすごくね、考察したりして、ちょっと新たなね、方法を試してみようみたいなことをいくつかアイデアを思いついたりもしました。だからそういうわけで、旅に出ることは自分が本当に必要なものを見極める有効な手段になると思っています。で、これ結構感覚的にね、わかる方いるんじゃないかなって思うんですよね。なんかこういう経験やっぱないですかね、皆さんも。やっぱり外に出て帰ってきて、で、なんか自分が吹っ切れて変わったとか、それはなんかいろんな、捨てるっていう意味で言えば、例えば失恋してね、なんかずっとモヤモヤしていたとか、仕事をリストラされてね、なんかどうしようかな迷ってる。でも時間がある。だからとにかく旅に出ようみたいな。なんかそういう感じで、それで旅に出て帰ってきたら、なんかスッキリしてまた新しいことをリセットして始められたみたいな人もね、いるんじゃないかなって思うんですよね。だからそういうふうな、やっぱり必ずしもそのものだけではなくて、こととか、自分がこれまで抱えていた、なんかそのストレスとか、もやもやしたこととか、そういうものもやっぱりその移動することを、自分の身体を今とは違う場所に持っていくこと、つまり旅をすることによって、手放すことができる。自然とナチュラルに手放すことができるってことが起きるんじゃないかなと思っています。やっぱり考えてみれば、僕も結構バックパックで今都内いろいろ移動したりとか、そういう小さな行き来をね、いろんな旅をね、長野行ったりとか、名古屋行ったりとかね、あと福岡の方行ったりとかしてるんですけど、やっぱりそういう小さな移動を繰り返していても、やっぱり拠点というもの、家というものがある限り、やっぱりどうしてもその家の生活に縛られることになってると思うんですよ。で、それは日々のルーティンだったり、その生活圏、家の生活圏の中で、例えば朝起きて、こういうふうなことをやって、で、次どこに行って、で、近くでご飯食べてとかっていう、そういう自分の行動とか習慣みたいなものは、意外とその場所性によってっていうか、自分の住んでる場所を中心に成り立っていることが多いので、つまりその自分のやっぱりそこに思考もやっぱり紐づいてると思うんですよね。日々の習慣、同じことを繰り返していること、そういうところに、やっぱり自分の思考みたいなものが、紐づいている。で、悪く言えばそれがね、固定化されて、なんかこびりついているような感じ。その場所に自分の思考がこびりついている感じ。だからその引っ越しとかで気分が変わったりとか、物を捨てられるとか、新しい人生のフェーズに入るっていうのも結局ね、同じことだと思うんですよ。環境を変えてますよね。環境を変えることによって、自分が新しい場所に行くことによって、新しいことを始められたりとか、新しい人との出会いがあったりとか、で、それによって自分の人生がどんどん良くなったりとかね、もちろん悪くなる場合もありますけど、移動によって。だからやっぱりその場所を変えるっていうのは、手軽なんだけど結構深い意味があって、で、旅っていうものは自分の、場所を固定しながら、その引っ越しみたいに完全に移動させるわけではなくて、でも微妙に行って帰ってきたら自分の中の意識が少しだけ変わっているっていう、そういうふうな、便利なって言ったらちょっとあれですけど、だからすごくリスクは低いし、なんかいろいろお試しとしてもやれるし、みたいな。で、その時間とかね、かかるお金とかもね、自分で好きなようにコントロールできますよね。だから別にそんな長期にね、海外とかに行かなくても、本当に近場とかで、例えばその日帰りのね、旅行とかでももしかしたら少し自分の意識を変えられるかもしれないし、だからそういうふうにやっぱりその移動すること、旅するっていうことは、自分の感覚を新たにして、持ち物の選定をもっとクリアにしてくれるものだなと感じています。せっかくなので、今回の旅の様子を少し撮影していますので、VTR どうぞ。今回珍しく持ち物多いです。これらは私のもの、これらは私の友達へのギフト、for my friend's gift。いや、持ち物にシャンパンってどんだけパリピやねん。パッキング完了です。はい。いつもの感じでね、南知多に行くとこういうふうに農作業をして、それから温泉に入って、そしてみんなで食事を作って宴会をするっていうね、そういう感じで、やっています。で、久々に会えたね、友人たちやね、その地域の方々とね、結構いろんな深い話ができてね、本当に楽しかったですね。で、今回メンバーの中に誕生日の方がいたので、誕生日をちょっと祝ったりとか、なんとなく忘年会みたいなね、雰囲気になってね、すごいいい旅になりましたね。はい。ということで今日は旅をすると本当に必要なものがわかるというテーマでお話をしてきました。もし似たような経験がある方はぜひコメント欄でエピソードを教えてください。このような YouTube で話しているテーマの深掘り記事や時丸田中の最新情報は概要欄の無料のレターで毎週報告してますので、ぜひ興味がある方は登録してみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。年末近づいてきましたので旅に出る方も多いと思いますので、お気をつけていってらっしゃいませ。
バイバイ。いい音。伝説のコーヒーです。ああ、いいね。これでワインそんなにこうなってない。なんか彼のところのコーヒーすごいどうでしょうか。こっちの方がいい。さあ言うてるコーヒーどういう感じの味でしょうか。豆めちゃくちゃ感じる。自家焙煎コーヒー師匠が言うと、これ師匠が先っぽ、先をこれ多分熱してるから垂れるようにしてあ、やっぱりそうですよね。る。そういう意味で先は美味しいね。でこいつがそうじゃないやつだから色があ